深くめり込みます。で、このままクッとお腹を締めると、ポン、棒を弾き飛ばせるぐらい。その状態で姿勢をしっかり作れると、いろんなことが変化してきます。超人化する自律神経の調整。こんにちは。今日ご紹介する内容は、私が姿勢を整えるっていうことを練習するのに、非常に熱心に取り組んでいた練習です。姿勢の強さにもすごく影響がありましたし、体の状態を大きく左右する自律神経、これのバランスを整えるための大切な内容をこれから解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。皆さんね、体のリラックスについてはいろいろ試行錯誤されているかなと思います。無駄な緊張っていうのは肉体的にも精神的にもあまりいいものではありません。しかし、適度な緊張はもちろん必要だったりします。自律神経っていうのは交感神経と副交感神経っていうのがあって、それぞれね、体の緊張状態に大きく影響を与えます。まず交感神経っていうのは戦うか逃げるかっていう、極端に言うとそういう反応を司っていて、体を活動的な状態にします。で、心拍数がねを増大させたりとか、あと血圧を上げたり、あと筋肉の緊張とか新陳代謝の活性化とか、そういうものを引き起こします。反対に副交感神経っていうのは休息とかね、回復への対応を司っていて、心拍数とか血圧を下げたりとか、体の緊張を減少させて休息とかね、回復状態に導いたりとかします。このね、副交感神経が優位な状態っていうのは、いわゆるね、リラクゼーションにも大きく関連しています。交感神経と副交感神経のこのバランスがとっても大切であり、体のね、緊張とリラックスの状態を適切にコントロールするっていうことが非常に重要になります。しかし一般的にはほとんどの方は緊張の方がね、過剰になっています。それは、身体操作にもものすごく影響してきます。そこで体の緊張状態を知る一つのバロメーターをご紹介します。まずは自分の体がまとっているこの緊張の状態っていうのをしっかり理解していきましょう。それは強い威力を発するための身体操作にもとっても影響してくる、この体の緊張が現れる重要なチェックポイント、それはこのみぞおちです。みぞおちっていうのは、ここは感情のあり方とかストレスが影響を及ぼすことで知られる体の部位です。医学的にはこのみぞおちは太陽神経層という言葉で知られています。横隔膜のね、すぐ下あたりから太陽光線のようにものすごく多くの神経が広がっていて、自律神経とあとは消化の働きとか、そういうものの調整にものすごく深く関係しています。ストレスとか緊張が非常に大きい時っていうのは、太陽神経層は過剰に刺激されていて緊張状態になっています。みぞおちはこの太陽神経層の位置する場所であり、ここの柔らかさを保つことは交感神経の活動を適切に保つことと深く関係しています。これはね、結構ヨガとかそういうところでも言われることですよね。特にこのみぞおちっていうのはゴリッゴリに緊張しっぱなしの人が多くて、そういう人はね、ここをクッと軽く押さえるだけでもすごく痛かったり気持ち悪い感じがあったりすると思います。私が腹式呼吸を指導する際に、皆さん大体ね、腹圧とか内圧っていうのは高い方がいいっていうふうに考えて、お腹を固く固めることばっかりに気が向いている、そういうことが多いんですけども、実は息を吐いた時には腹筋だけじゃなくて、特にこのみぞおちあたりまで
ゆるゆるに緩むことがものすごく大切です。これができている人っていうのはもうほとんど見かけません。ちなみに、終鉄的な、みぞおちの緩みっていうのはただただこの場所を柔らかくすればいいかっていうと、それが目的ではなくて、最初にお話ししたようにもう必要な緊張と不必要な緊張、これを両方バランスを取ることが目的ですので、全身をねただただリラックスしてぐたーっと緩めているわけではありません。それはこれから実技でじっくり解説していきますので、皆さんね今の緊張状態を確認するっていう意味も兼ねて、ぜひ一緒にお試しください。今現在ね、緊張でカチカチに固まっている人にはかなりきついかもしれませんので、皆さんはね無理のない範囲で、少しずつ慣らしながら取り組んでみてください。ではやっていきましょう。やることはね簡単です。ここをね強制的に和らげていくっていうので、ちょっとね棒を使います。何でもいいです。こういう木の棒ですね。これをみぞおちに押し当てて、息を吐きながらこうやって棒をめり込ませていきます。息を吸って吐きながらぐーっとめり込ませていく。この時にね痛くないか、柔らかく棒が深く入っていくか、まずこれを確認してみます。この時呼吸について、まず息を吸う時というのは自然に腹式呼吸をすればお腹は内側から膨らんできますので、自然に膨らます。息を吐く時っていうのは本来柔らかく緩みながらこうへこんでいくはずなので、その動きをこう強調するような感じで吐く時にお腹がへこむのと一緒に棒がめり込んでいくという感じにします。注意点、ここを柔らかくへこまそうとしてこういうふうに背中を丸めない。背中を丸めるとこういうふうにここはへこんでいくので、これでは意味がないですね。しっかり背筋を立てて背中をまっすぐ上に伸ばす。いつもね、終鉄のチャンネルで紹介している強く伸びる姿勢をキープしたまま、そのままここだけが柔らかくなるようにします。慣れないうちはねこの両方やるのが難しいので、腰から背中をこう壁に押し当てて、この状態でさらにぐっと背筋を伸ばす。しっかり伸びたこの状態でと柔らかく入っていくか。はい、こういうふうにやります。背筋を伸ばすときには伸ばすための必要な緊張というのが体の中に起きているんですけども、それとは無関係なみぞおちについてはゆるゆるに緩んでいるっていうこの状態ができてくると、本当にねここはね柔らかくなってくるんです。ぐにゃぐにゃに。例えばこういうふうに深くめり込みます。でこのまま緩んだ状態からクッとお腹を締めるとこれぐらいポン、棒を弾き飛ばせるぐらい、これぐらいね柔らかい状態と硬い状態のこのコントラストっていうのが出てくるので、どっちも大事なんです。締める時にはもちろんパッと締まった方がいいですし、締まる必要がない時は緩んだ方がいい。少しこう角度を変えたりとか、どんな形で押してもぐにゃぐにゃにめり込む。これね稽古会で会員さんとかに触ってもらうんですけど、皆さんね結構びっくりするぐらいこうぐにゃぐにゃになっていきます。で棒もこれをですね誰かにぐーっと棒を押し付けられたとしても、このお腹の緩みと緊張の差でパンとポンと弾き飛ばしたり
するようなことも可能になってくるということですね。これはね、焦らず棒が入る感覚になるっていうのが信じられないとか、これは人によってね、個体差があるんじゃないかってちょっと不安になるかもしれないですけど、もうじっくりとやっていけばいつか柔らかくなっていくので、焦らずぜひコツコツやってみてください。余談なんですけど、昔はね、僕、サランラップの芯ありますよね。芯をね、車の、運転席に置いといてですね、赤信号で止まったら、その時間がもったいないので姿勢を伸ばしながら、そのサランラップの芯でみぞおちの柔らかさをこう確認する、そういうのをね、ずっとやってました。それぐらいね、しぶとくやっていけば、体の状態はね変わってくると思うので、このお腹の表面が柔らかく、本当に柔らかくなってくると、その状態で伸びる姿勢をしっかり作れると、体がものすごいいろんなことが変化してきます。すごく、力も出るしスピードも出るっていう状態になっていきますので、ぜひ皆さんも試してみてください。